いや殿堂入りおめでとうございます。ありがとうございます。後世に残したいと思ってのレリーフです。この2人で一つなんですよ。その衝突みたいなものがなんで美しく見えるんだろうっていう。投げの技術と受け身の技術両方高いと気持ちいいんですよね。もう受け身がもうなんて美しいんだろうと思って。こんにちは、白川隆二です。そして日本屈指の彫刻家松田光司先生です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、彫刻家の松田光司と申します。よろしくお願いします。彫刻家の松田光司先生はすごい経歴で、いや先生が作った作品、まずプロ野球の殿堂のレリーフを現在も制作されている。そうですね。今年はもうありがたいことにイチローさんとかね。ですよね。ちょっともうすごい方々。松井選手とか。そうですね。数々の。はい。そして箱根駅伝のモニュメント、絆ですよね。はい。そして加納治五郎先生の銅像。そうなんですよ。もう加納治五郎、いいですか。加納治五郎の銅像が実はですね、今回のこの作るというのに実はちょっと間接でつながってるんです。というのが、今回本当にご紹介くださった仲介してくださったのが、造形作家美術モデルの杉本彩さんって方なんですけども、その彩さんを経由して最初中野先生に話がいったわけです。当然5人と決めた中での最初に中野先生に彩さんが打診しました。その時にですね、中野先生がやっぱりいろんなことがこう来るので、いやいやもうそういうのいいかなって感じの、そういう感じだったんです、正直言うとね。そこで彩さんがいやいや、その松田先生って方はもうこうでもやってこういう方なんですって言った中に加納治五郎先生も作ってらっしゃるんですって言った時にってなったっていう。そうなんですよ。加納治五郎先生って言ったらもうそう武道界のビッグネーム、本当に現代武道柔道の礎をそうなんですよ。でやっぱり中野先生がやっぱり加納先生をもう尊敬してらしたということで、そういうのを作った方だったらちょっと話聞かせてってこう乗り気になってくれたっていう。それで中野先生がそれこそ白川先生とか皆さんにこうちゃんとこうなんか打診してくださって、いやもう本当そんな素晴らしい先生に今回レリーフ作っていただいて大変光栄ですね。いやもうそれはもう本当こちらこそなんですけども、これはもう本当に白川先生にもお伝えしていることなんですけど、僕もこういう YouTube 動画ですね、いわゆる格闘系というか武道系というかそういうのを見るの結構好きで、一番最初に発見したのは白川先生ですか。白川先生です。本当そうなんです。なんかちょっと何かな、ちょっと入り口は忘れましたけど、なんかそういう系をなんか見てる時にスーッといろいろあとは結構勝手におすすめで流れたりしますよね。その中でなんか合気道ってこうなんだってちょっと衝撃。それこそよく白川先生がおっしゃってるちょっと木だけで投げるとか、ちょっとそういうね、そっちの方じゃない、そういうイメージ持ってる人多いですよね。合気道って言えば本当申し訳ないんですけど、僕もちょっとそう思ってました。ところが白川先生と見た時に動画見た時にびっくりしたんですよ。なんだこのとんでもない人だと。で正直その体も一見細いですし、背もそんな大きくないね、大男ではないのに、その技のキレと動きと、あと理にかなってる、もう理合というんですかね。僕はその理にかなってるってもう見事なその動きがね、こんな方がいるんだと思って、で感動して、それからハマってしょっちゅう見てたんです。そしたらですね、いろんな方が転ばされてますね。でもね、中野先生、木村先生も北川先生、福先生、皆それぞれなんとなくだんだんできて、それでなんとなくあとすごい方々いるなっていう。そういう最初の YouTube で見ていただいたというだから僕からするとこんなすごい大先生がモデルやってくれるんだっていうね、本当に喜びでした。彫刻もそれこそ物理法則に沿ってやっぱり理にかなってないと作れなかったり、そうですね。合気道もやっぱ私もちょっと怪しいという世間のイメージを変えたくて、やっぱ理にかなった動きを強い心がけてるんですよ。美しい合気道。そう、今回タイトルは美しい合気道レリーフ KD10、10ってことなんですけども、もうね、この美しいっていうのがね、本当にね、もう見事に体現されてる。これは本当に仙台まで僕は取材しに行ったんですけども、もうずっと美しい、ずっとかっこいい、もう本当ね、
いやこれ、まあ、当然ですけども動画で見てたらもうちょっともうはるかに凌駕するレベルで現場だと違いますよね。迫力と息遣いとその雰囲気が全然違いますよね。本当びっくりしました。結構畳ねバーンと上げた時の迫力ってさ、そう本当びっくりしました。であとまあもう当然ね動画では知ってはいましたけど、先生をバンバン投げられるかなって言ってね。そうなんですやっぱり。これがまた投げる一方通行じゃなくてやっぱ受け身合気道はそれがまたねかっこいいんですよちゃんとね。なんか投げられ方もかっこいいなと思いながら。美しい受け身を。そう本当そうですはい。それでもうこれねこう取材させていただいた時にもう驚いたことがこのやっぱりこの投げてるポーズですね。この実際何回もやってくださってましたけど、その中でもう一瞬のスパンっていうのもあればもうスローモーションのようにゆっくりやってくださったりしたんですよね。それがもう全然見事にスパーンと投げた時変わらず投げをコントロールする速い投げとゆっくり投げ、あれは目で見て、なんであんなゆっくりであんな綺麗に美しくさっとね、それだけ繊細に速くも投げれるし、ゆっくりも投げれる、だからボールで言えば野球で言えば、ゆっくりスローボールも投げれるけど、150キロも投げれるっていう精度を練習してるんですよ普段から。いやびっくりしました。でこれはだからもう白川先生の凄さプラスこのお弟子さんですよね。そこででもさすが先生にも来ていただいたんですけど、やっぱりこの熟成もやっぱりそういうどんな速い投げでも取れるし、ゆっくりでも投げれるよっていうふうに鍛えてるんですよね。ですから先生がねちょっと今日初めてこの写真では見てましたね。実物をこうやってご覧になった時に先生がおっしゃられたのが感動しました。2人とも穏やかな顔。これさすがもう先生が。いやそうなんです。やっぱ合気道ってもう本当にファイティングで戦いじゃなくて調和をテーマにしてるんです。その中で激しい投げの中でこうグッと集中怖い顔じゃなくてやはりこうお互いに柔らかさ、顔の表情だったり雰囲気の柔らかさだけどしっかり強く投げていくっていうのを先生見事に表現してるかと思って。いやそれはねもう本当先生のもうまさにそれをもうまさにこう見た通りにやらせていただきました。まさにぜひね皆さん近くで見ていただきたいんですけど、やっぱこの柔らかい表情がやっぱ先生本当に立体的に。いやですからねもう先生も本当そういういいお顔されてますけど、このお弟子さんもなんかね正直言うとこのね仏像のような本当に普通投げられ怖いじゃないですか。速い投げ遅い投げでもう落ちちゃうかもしれない。だけど自分がしっかり熟成の人もしっかり稽古してどんな技でも受けれるよっていう自信がこの表情にも余裕が出てくるんですよ。そうなんですよね。ですから僕ちょっとそれこそこの方ねブログでもちょっと書いたんですけれども、もう本当ねこの2人で一つなんですよ。もうまさにね一体化というか、多分白川先生はこう自分のここに手と足があってありますね。多分ここにも意識いってるんじゃないかなと思うぐらいに、多分この今こう投げた時に相手の足はここにあって手はここにあって全部なんか着地点から全部足先つま指さして接触点もすごい意識してこの力の流れですよ。だから本当に一つの生物でした。でもその技を受けるやっぱ熟成もYOSHIKI君っていうんですけども、子供の時からずっとやって何十年も稽古しているので、その私のエネルギーをしっかりと受けている。で穏やかな顔で受けて、でも現場で見たら分かってますけどものすごいバシャンバシャンっていくし、そうなんですよ。実は僕の兄貴柔道をやってまして、今回ですね、こう作るってなった時に、実家愛知県に帰った時に、僕の兄貴がすっごい嬉しそうに「SNS 見たよ」とか言って「なんか今回先生方作るんだって!」とか言ってすっごいテンション上がってて、その中で兄貴が言ってたのが鈴木先生の動画を見てたらしくて、もう動画を見てそれこそ受け身。受け身がもうなんて美しいんだろうと思って、兄貴は柔道やってましたから、その受け身がいかに大切かよく分かってますので、受け身がもう美しすぎてびっくりしたって言ってました。受け身がやっぱ合気道はちょっと特化してて、独特の概念とか美しさも技術が洗練されてくると受け身も美しくなってくるんですよ。そうなんですよね。だからねこれ本当びっくりしたんですけど、ちょっとこれは後々の別なテーマになっちゃうんですけど、やっぱり先生のはその美しい合気道というふうにこう標榜されてるだけであって、本当すごく美しいんですけれども、そのねそれこそ本でも書かれてましたけど、やっぱなんて書いてある洗練されたそうですね、洗練された技は美しいね。そこがなんかね
すごく本当面白いというか、合気道はちょっといろんな意味がありますけども、かといってこれっていうのは何か空手にしても何にしてもある意味相手を倒すというか、ちょっと攻撃っていう側面、攻撃という側面、防御という側面はあるんですけど、いずれにせよ何かに対する何かじゃないですか、その衝突みたいなものがなんで美しく見えるんだろうっていう、だから洗練された技が美しいって言いながらそれが美しく見える感覚がなんか不思議というか、合気道独特なんですよね。やっぱ戦わないっていう調和、普通武道武術ってやっぱ相手を倒すもんじゃないですか。またそことは違う概念で、やっぱり争っていくよりもやはり相手となるべく調和していきたい、そういうのがやっぱ技とか精神に現れてくるんですよ、合気道の技って直接的な殴ったり蹴ったりがないじゃないですか。そこがやっぱ技として調和していくのにそう表現されてたりするんですよね。だから投げ技とかも熟成が投げられてる人が穏やかな顔っていうのは実は綺麗に強く投げてるんですけど、技術が高いので痛く投げてないんですよ。技術が未熟だと荒いので、結局関節も変な方向にとにかく痛い。とにかく力任せに投げれば痛いじゃないですか。でも技術でうまく体の身体動作を投げてるので、やっぱり受け身の技術が高いと、投げの技術と受け身の技術両方高いと気持ちいいんですよね。それこそずっとやってらっしゃるうちにちょっとね、もうちょっと笑顔が出てましたもんね。そうですね。もう楽しく、こっちも楽しくなるし、なんか楽しそうだな。結構面白いですよね。普通むしろこう真剣になってより怖い顔になると思うんですけど、やっぱりこうエネルギーをお互いで交換したりエネルギーを出してるっていう感じなんですよ。そうなんですよね。お互いこうエネルギーのやり取りをしますよね。受けの人のエネルギー、そして投げる人のエネルギー、お互いのエネルギー交換なので気持ちいいんですよね。すごかったです。そうか、ちょっと根源的なんですけども、僕は今回5名の先生方をね、制作するにあたって、僕の方で何かしらこうがいいっていうのが決まったり、もしくは先生方からこうがいいっていうのが別にそのパターンですけども、白川先生の場合はこのポーズになった、ポーズというかこういうねあれになったって、何かそこに関してはその合気道としての何か残したいっていう合気道調和なので、やっぱ2人で1人ではできないですよね。やっぱ2人でこう調和していく、やっぱ受け身の技術も高くなきゃいけないし、投げる人の技術も高くなきゃいけないので、合気道ってまさに調和。1人では稽古できない、2人1つで技、2人1つで1つの技に完成するっていう概念、考え方を持ってるので、それぞれ北川先生だったらサーベルを持ってて、中尾先生だったら態度ポーズ、福士先生は打ち回し蹴りで、菊野先生は内反中鍛えて、私は合気道でやっぱり美しさと調和をと思っているので、2人での投げ1つの技を2人で完成させている。エネルギーの結晶みたいなイメージでだったので、ちょっと投げを先生に作っていただきたいかなと。本当ね、見事にはまりました、本当に。でもこれやっぱ表情、この立体感、この足ですよね。そうですよね。じゃあちょっと少しレリーフのことを少しお話しさせていただきますと、レリーフというのは一応大きくはちょっと薄く作るタイプと、ちょっと肉厚にボコンと飛び出すタイプってね、大きくは2種類なんですけど、これはその中間みたいな存在で、ここら辺は本当薄肉でこう表現してるんです。ただここのこういう足とか手をちょっとかなり立体的にグッと出すことによって、よりそこが強調されるというのと、なんか奥行きというかそういうのが出るんですよね。それで意図的にちょっとグッとこう出してる部分を作りました。これ本当カメラだったら分からないですけど、横から見たらこの立体感感じてるんですよね。もう枠からはみ出してダイナミズムみたいな、投げ技のダイナミズムがやっぱりこう立像で表現されてるんですよね。で先生、このレリーフの名前も KD シリーズ、視聴者の皆さんも何かなと思っていると思うんですけども、何だと思いますか？ちょっとそうなんです。でまずはこう美しい合気道というのはもう先生から聞かれて、この言葉を作りました。でレリーフでケリーの10というのはこれで一応10人目10枚目ですっていう意味での10です。KD というのがこう何でしょうかって言った時に何の略でしょうってね、イタリア語とかドイツ語とかね英語とか皆さん考えますけど、まずこれは日本語です。しかも親父ギャグです。すいません、申し訳ないです。これで分かった人だったらもう勘鋭いですよね。そうですね。もうまずはちょっとヒントですけど、殿堂入りおめでとうございます。ありがとうございます。もう本当プロ野球の殿堂入りの作ってる松田先生から殿堂入りしていただいたんで、もうイチロー選手と並んだみたいな感じで、ありがとうございます。嬉しいです。ということでもう答え言いますけど、
これですね、もう KD は勝手に殿堂入りの略です。まさかの勝手に殿堂、勝手にちょっとでも勝手に申し訳ないけど選んでしまいましたと。これ親父ギャグですけど、松田先生、プロ野球の殿堂入りのレリーフを実際作ってる松田先生がやる親父ギャグだからこそ説得力ありますね。ね、なんかねそれで一応ですね、この殿堂入り、勝手にですけど、どういうふうに選んだんですか。例えばね、有識者とか文化人、そういう方々の会議ではないです。完全に僕の彫刻家松田光次の独断でこう選んだんですけども、その一応基準がですね、僕が美しいと思った、美しさ、かっこいいと思った、素晴らしいと思った。で一番最後重要です。後世に残したいと思った。ここなんです。これが一番重要なんです。やっぱもう後世に残したいと思ってのレリーフです。で彫刻っていうのは美術作品、芸術作品っていう当然そういうものではあるんですけれども、違う見方すると記録として残す媒体でもあるんですよね。それを保存して残すもので、そうした時に今 YouTube とかも撮ってますけども、映像もしくは写真ですね、画像、それも一応残すための媒体ではあるんですけども、実は実績としてまだ、100年とかそうですね、意外と実は短くて歴史は浅いんですよね。でこれから先どう残っていくかって、またいろんな媒体どんどん変わっていくと思うんですけども、これが残るかどうかは分かんないんですけども、実はこの彫刻は実績がすでにあるんです。ブロンズ像とか石で彫ったものとかはなんと1000年前のものが1000年残るんですね。そう、今もその時のまま残るんです。というのが、例えば土の中に埋まっちゃったとか、もしくは海中に沈んでしまったっていうのは、海中の中からね、いろんな付着物がつくんですけど、それをこう引き上げて付着物を取り除くと、その1000年前に作ったものがそのまま出てくるって、要は実績があるんですよね。1000年残ったと実績があるものなんで、これもぜひますね。だって映像とか写真っていうのは、ちょっと媒体がないと見れなかったり、写真も結構擦れちゃったり、あるいは地球のちょっと変革でなんか温暖化とかあって、その中でうまいこと土の中戻るとか、土の中戻ったら一回リセットされて、あれ何か出てきたぞと思ったら、そういう時にこれがもしも1000年後にこれがね出てきたら、なんで投げてるのに穏やかな顔してるか、あとこの服装なんだろうとかね、やっぱ例えば1000年前と今では服装も全然違いますよね。そうした時に1000年後の人がこれを見たらどう感じるのかなとか。でもこれ多分なんか多分その時の人々が何の知識もなくても、合気道って概念を知らないとしても、ここに絶対何かを感じていただけると思うんですよ。なんかそういう意味でもなんか残ってくれたらいいな。本当大変光栄ですね。本当ね。それこそね、ここにね、今ここがタイトルでは白川隆二、松田光ってここ書いてますけど、これももしかしたらなくなっちゃってね。だけどこれだけでも残ったら、ブロンズがそれだけ残るんだと。そこにやっぱり先生の魂というか、生き様とかこう刻み込まれてるっていうね。でもこの一つの技を本当にここ間近で見ると、全然やっぱ先生が表現してくれた、現れてますね。調和と美しさっていうのが、そしてかっこよさ。いやでもそれこそね、本当に作ってる人たちのことを話してるんですけど、先生先ほどねこうやってる時にちょっとだんだん楽しくなって、僕も作る時ちょっとだんだんニヤーってしてきたから、ちょっと嬉しくなってくるっていうか。でも先生、作り手がこうやって楽しくなると作品に魂乗りますよね。そうですね。でも自分自身がただの仕事でこれやんなきゃいけないっていうのと、本当に楽しみながらやるもの。そうなんですよ。だからこれね、本当ちょっと面白い夢で、ちょっと他のね先生とのあれもちょっと話したんですけども、彫刻、僕の場合ですね、彫刻といっても木で彫るとか石で彫る方じゃなくて、これ実は最初粘土なんですよね。粘土で取ったりつけたり、削ったりとかそういうしながら制作していくんですけども、最初は要するに粘土なわけですよ。単なる土ですよね。それが、これレリーフでも立体でもそうなんですけども、ずっと作ってるとある時ふっと空気が変わる瞬間なんですよ。それが単なる粘土だったものが、粘土もう物体ですよね。そこに何かがもうある意味ちょっとね表現がいろいろ難しいですけど、なんか命が宿るような感覚が、そういう瞬間がふっと訪れるんですよ。それが面白いのが、こうやってかなり作り込んだ時じゃないんですよ。実はかなり早い段階で粘土っていう粘土の荒付けみたいな、荒々しい粘土だっていうのが分かる状態でも、なんかふっと何かね空気が変わる瞬間がありまして、そうなったらよっしゃ閉めたっていう感じで
よし今回もいけるっていう。中根先生がたくさん作っていたそういう気を感じるってやつですよね。そうだね。なんかだから僕は何か見えない全く見えない人なんですけど、でもやっぱりね何か変わったっていうのだけ分かるんですよ。そういうのってやっぱり武道美術で気の概念じゃないですかね。そうですね。だからねそれこそ北川先生がおっしゃるように皆さんそれぞれにとっての木っていうね話になりますけど、僕の彫刻家にとっての何かそういう木というかね、何かが入ったな、宿ってくれたっていう。これもそれが魂とか生命が入る、そこに命、作品としての命が入る瞬間みたいな。そうなんです。でそれこそあれです。これは作りながら白川先生やってきてくれたみたいな知らないところでふっと魂がここにいやでも本当にこう生命力というか躍動感といろんなものを感じますね、この一つの作品で。いやもう本当ね、ですからこれはね僕にとって今僕は彫刻大体20歳ぐらいからこの世界に入ったんですけど、今60歳で約40年ぐらいやってて、ちょうどだから今年60になったんですけども、このちょうど60っていう節目で愛さんという存在の中で仲介してくださってすごい先生方の作品を作ることができたって僕にとっても本当に記念碑的な。嬉しい、その言葉。多分ね、自分で言うと恥ずかしいんですけど、本当にもうちょっと傑作というか代表作というかそういう存在になってくれるんじゃないかと僕はちょっと思ってます。いや本当大変光栄です。そのうちの本当一人ですから、もうあれです。経理シリーズで経理シリーズで乗っかって年度入れていただいますけど、本当嬉しい先生に作っていただいたっていうことが、これですから、これねぜひ本当にたくさん見ていただきたいですね。これ見ていただく機会ってあるんですか、視聴者。そうなんです。実は今ここは撮影場所が日本橋にあるシューザン・ドガロという名前のギャラリーなんですけども、僕は11月10日から11月17まで8日間なんですけども、ここで実際に作品に並びます。見てほしいですね。もうここで実際生でご覧になれますので、それこそ横から見るとかね、そういうこともいろいろできますので。だってもう本当にこれぐらいの距離で見てもこう感じますよね。ちなみにここに来ていただければ記念撮影も OK ですからぜひファンの方々もねここでね。松田先生はそしてずっと一緒にここにおります。8日間おりますので、もうぜひそれをね来ていただきたいですね。先生もしこれを見て欲しいっていう人いたらちゃんと売ってますのでぜひギャラリーを通して全作品購入可能っていうことなんですね。もしよければ本当ぜひ、もうそんな感じで。でも本当に欲しい人たくさんいるんじゃないですかね、いろんな作品で。本当ね、だからねぜひ何か本当ね、それこそ先ほど1000年残すって言いましたけども、そういう何か大切にしていただける方がいるとよりそういうような可能性がね増えていくということですね。松田先生の作品魂を感じる人に見ていただきたいですね。ここにはもう本当僕の魂の白川先生のも魂入ってますので、じゃあちょっとここですね、一つテーマというかなんですけども、ちょっと見るという声に対してちょっとそれを彫刻家として見るっていうことと、やっぱり武道家として見るっていう、そのちょっといろんな接点やら違う点やらあると思うんで、ちょっとそこをお話したいなと思ってまして、まず僕の彫刻の中での見るということをちょっと少しお話しさせていただきますので、ですね、見るというのが本当いろんな段階があるんです。でそれは段階が上がる下がるっていうことじゃなく変化っていうのにちょっとお話しますけども、それはもういろいろあったんですけど、ちょっと代表的なことを2つほど言いますね。まず僕は0歳から20歳20歳ぐらいまで全然彫刻とは無縁の生活をしてました。ということで見るということでいうとちょっと漠然としてるんですよね。なんとなくは見てる、当然その時その時で一生懸命見てるものあるんでしょうけど、今の視点僕の立場からするとちょっとなんとなく見てるって感じでした。それが大学1年生で大学美大に入りました。そしたらですね、今のはっきり覚えてるんですけど、夏休み前1年生の6月頃にモデルさんがいて、彫刻を作って見ながら作ってました。その時にある時パッと一瞬だったんですけど、あっと思ったんですよ。そのあという意味がなんかこれを見ればよかったんだって、これを見ればっていう意味が裏を返すと今まで見てなかったっていうことなんですよ。あれ、自分は受験もしてすごい一生懸命見ることを見て書く見て作ることやってきたのに、その時の自分見てなかったと。逆に言うとよく今まで見ずに作ってたなと思うぐらいに見方が変わったんですよ。そうか、これを見て作ればいいんだっていう、そういう心の変化がありまして、それ以降彫刻が変わったんですよ。そうなんですね。そういう変化が大きくありました。でその後大学4年生ぐらいです。またいろ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 修行何かやっていくうちに、今度はですね、
まあ、先輩方先生方もしくは大家巨匠って言われる方々の作品をこういうことが適切かどうかあれなんですけど見切るっていう、そういうことはまあ当然ね武道美術でも技を見切るってあると思うんです。それと近いのかまあちょっと違うのか分からないんですけど、どういうことかというとその大学1年生2年生3年生の頃っていうのはそういう先生方、まあ、先輩方見てわあすごいってただわあすごいって、まあ、ただ羨望の目で眺めるだけだったのがその4年生ぐらいの時ある時こうするのが分かるって思ったんですよ。見てなんかただこうやって見たのがなんかこの先生この先輩がこう形を作るのがなんか理解できるって言ったんですよ。そうした時にやっぱ何かが変化したんですよね。でその時の自分っていうのは見え方として変わっただけでその精神も腕る技術も追いついてないんですよ。でもここで見え方が変わったことによってそれを基準として何か腕と精神がぐーっと後からついてくる引き上げられるっていうそういう経験がありました。そういう意味では見るというそのブレイクスルーが起きた時はどうやっぱりなぜ起きたとなんか一瞬だったんですよ。それは徐々にじゃないんですよ。やっぱり一瞬なんですよ。2回その最初1年生の時も4年生の時も一瞬でした。だから何にも意識してないんですけどもなんかふっと見たそれはその時4年生の時はすごい僕大尊敬する先生の作品なんですけどそれをパッと見て今それまでわーって思ってたのが分かるってもう一瞬見た瞬間にだってそれまでたくさんの作品に見て触れて作っていたからこそある一つのきっかけでなったのかもしれないですよね。そうなんです。やっぱそういう積み重ねそうですよね。積み重ねです。見えないそれがあってのなんか積み重ねがふっといきなりこの息ができなかったのがこう水面に出た瞬間息できるじゃないですか。そのずっと水面だったのがふっとその空中の方に出たみたいなそういう武道美術でいう悟りを開いた時ですよね。そういうちょっとそういう観点から彫刻でいうとその後もいろいろちょっとあるんですけれどもちょっとそのいわゆる合気道に来る繊細に来る合気道ではそうなんですよ。見るということ。最初は合気道って関節技だったりこう投げ技なので局部手首とか肘とかどう決まってんのかなっていうんですよ。でそれが終わったら袴履いてるのって実は足運びを隠すためなので隠すためなので足運び昔こう刀を持って戦う時にこの一歩若干のこう小さな一歩でこの命の刀で切れたらやられたわけじゃないですか。その足運びを隠すために袴なんですけどなので手とか腕とか局部を見てそれからこの足を見てたんですけどただやっぱ経験重ねるとやっと全体を見るようになるんですよ。全体ですね。やっぱり今その段階をさらに私の感覚なんですけど相手の心例えば合気道で調和で争わないので相手がどのような気持ちで受けてるのかなっていう心を実は本当に大事にして見てるんですよ。うわそれはでもある目に見えない世界ですけどやっぱ技術の世界でもあって例えば洗い技だったら相手は痛いんだけど綺麗に受けてるっていうのなんですけど本当に綺麗な技って本当に綺麗な力の流れって気持ちいいので相手が本当に気持ちよく投げれてるかなちゃんと自分の力の流れは相手に気持ちよく伝わってるのかなっていう相手がどのように受け身取ってるかなっていう心をすごい気にしてる。うわそうなんですね。なんかすごいですね。ちょっとそれそれはもしかしたら合気道がもう明らかにバチバチの戦いじゃないからこそのだと思うんですよ。なるほどね。それはだから先生何歳頃から本格的に合気道というのは10代の時。10代はい10代。要するにじゃあその時始めた時と全く違いますね。別物。その本当ただこうやって手首の角度を見てたり今度はじゃあ足を見てであとはじゃあ全体やりたいんですけどやっぱりこう受け手の気持ちというか受けてる人のどんな気持ちなのかでその受けてる人にその嫌な思いをさせない高い技術を持ちたいなっていう。でもなんかちょっとなんとなく面白いのは気持ちなんですね。そこがなんかちょっと先ほど実は福地先生とねこう対談したんですけど福地先生はそのだんだんやっていくうちに弱点を見れるって言い方をおっしゃってましたけどそれとなんかある意味似てるようで似てないっていうかやっぱ競技と競技じゃないところで来てるのかもしれないですね。そうですね。でもその相手がどのように感じてるのかが敏感になるっていうところは共通してると思います。確かにそうですね。競技だったら嫌なところ相手がどれだけ嫌なところを微妙に感じるだけど合気道の場合には相手が本当に嫌なのを笑顔になってるのか本当に心からの笑顔なのか相手に痛みを与えてないかっていうのを投げてる中で相手の気持ちがどんな気持ちで投げられてるんだろうっていうのをすごく見てます。ちょっとじゃあちょっとせっかくなんで他の先生が聞けなかったんですけどじゃあその見方というのは
ね、今年齢がですけど、40代です、それが50代年齢が60代になった時にその時やっぱまたそういう見方ないから、いやでもどうなってるでしょうね。もう相手の心に無視してバーンってやってるかもしれない冗談ですけど、でも常にそうなんですよね。相手の気持ち、相手がどのような思いで技を受けてるのかなっていうのは、いやでも絶対それ変化してきますよね。そうですね。そういう話ちらっとこのね取材させていただいた時もお話ししましたけど、年齢を重ねることとその動きとかね、その見方やり方ってどんどん変わってきます。見方っていうのも本当に変わると思うんですけど、僕はちょっと今後どうなってくるのか自分自身も本当にわからないので、そこはちょっと僕も楽しみに見てたいです。本当日々やっぱ計算して稽古して修行を積んでいくしかないなと思っておりますので、ぜひ今後とも本当ねありがとうございます。今日またいい話を聞かせていただきましてありがとうございます。ぜひ視聴者の皆さんは11月10日から17日までですねやっておりますので、皆さんぜひ間近で先生たちの作品もどれも松田先生の魂が入った作品ですので、ぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。